こんにちは。今日はとても簡単なプルオーバーを作っていきます。襟ぐりを作る必要がありません。袖も作らなくても大丈夫です。これはまだ途中なんですが、こんな感じの模様で編んでいきます。そして綺麗なシルエットになります。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 細いタイプで色はアップルグリーン、 40g で96メートル、使用解売の目安は6号。この糸を使って編んでいきます。今回サイズの変更がとても簡単なので、お好きな糸を使って編んでください。この糸はこんな感じで綿 100% でしっかりとしています。太さは 1.5 ミリぐらい。この糸を使っていきます。針は8号を使います。あとはマーカーととじ針を使います。作り方を説明します。今回四角形を2枚作って、それを端から重ねて縫い合わせます。これが肩のライン。こっちも同じ。端から合わせて縫って、ここが肩のライン。中央の縫ってないところが襟ぐりになります。今回丸い形の襟ぐりにしたいので、前と後ろの長さを変えました。前の方の幅を広くしました。約10センチぐらい。これを合わせて、で、端を縫うとこんな形の綺麗な襟ぐりの形になります。編み始めるのは上下を逆にして肩のラインから編み始めていきます。この鎖の数について、私は女性ものの L サイズで、今回はたっぷりサイズで作っていこうと思っています。私は L サイズで、この幅の広い方、前身頃を約63センチ、幅の狭い方、これは後ろ身頃、これは54センチにしました。こっちが狭い方で、この差はだいたい10センチぐらいで大丈夫です。63センチにするために鎖89、54センチにするために鎖77、こんな感じの鎖の数にしました。違う糸で編む場合や、もっとたっぷりサイズで作りたい時にはサイズの変更をします。その時には4の倍数プラス1にします。4の倍数プラス1であればどんな数でも大丈夫です。この鎖編みは少しだけゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。私はここでは見やすいように小さく作っていきます。必要な数だけ鎖を編んできました。1段目は細編みをしていきます。まず鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。表でも裏でも大丈夫です。私は裏返してこの糸が盛り上がっているところ、針から1、2、これが1つ目。
後で分かりにくくなりそうだったらマーカー、次も細編み、このまま端まで細編みを続けます。端まで編んできました。次も細編みをしていきます。鎖1つと裏返して根元に細編み、次もこのまま端まで細編みを続けます。端まで来ました。マーカーをつけた最後の細編みにも細編みをします。2本の糸の下、これで2段目が終わりました。次は3段目、また同じように細編みをします。鎖1つ裏返して根元に細編み、次もこのまま端まで編んでいきます。細編み3段編んで端まで来ました。次はこの長編み3つの扇形、まず鎖3つ裏返して足元1つ飛ばして2つ目に長編み、1、2、長編み、鎖1つ同じところに長編み、鎖同じところに長編み、これで長編み3つの扇形、間には鎖1つ、次は足元1つ飛ばして2つ目に長編み、これを繰り返していきます。足元1つ飛ばして2つ目、鎖、長編み、鎖、足元1つ飛ばして2つ目、ここでは足元をギュッと小さくして編んでいるので少し広がっていきます。このままで大丈夫です。1、2、端まで来ました。端の細編みに長編み、次はこの四角と長編み3つ、鎖3つ、1、2、3、裏返します。隣に長編み、この扇形の長編みの上、これで鎖3つと長編み1つ、
次は四角、鎖1つと真ん中の長編みの上、1、2、次も四角、鎖1つ、1、2、これで四角2つ。次は長編み3つ。まず1つ目、2つ目、3つ目。これで3つ。また四角、鎖1つ、端まで来ました。最後は下の鎖の下から3つ目、2本の糸の下、下は1本長編み、次はまた扇形、この2段を繰り返していきます。また鎖3つ裏返して、で四角の真ん中、これで扇形。この長編み3つの真ん中に長編み、でまた扇形、扇形で端まで来ました。最後は下の鎖の下から3つ目、ここに長編み、次はこの四角、鎖3つで長編み、四角を作ります。これを端まで編んでいきます。で繰り返して好みの長さになるまで編んでいきます。少し伸ばして測って47センチ編んできました。段数は細編みも含めて数えて32段。最後はこの扇形になっています。表と裏を確認します。最初の細編みが表の方が表、ここが表、この四角を編んだ時が表になっています。
次は肩を縫い合わせます。肩を縫うときには内側を表にします。肩を縫う位置にマーカーをつけます。これはお好みなんですが、私は今回端は縫わずに途中だけ縫っていきます。こっちも同じ。ここだけ。こっちは開いたままにしておきます。でこの位置にマーカーをつけます。私は端から 7.5、次も 7.5、こっちも同じ 7.5 と 7.5、ここは15センチになりました。中央は25センチぐらい。これはお体やお好みに合わせて調節します。私はこれぐらいにします。途中から縫っていきます。私は端からこの模様が123、123とつけました。で、ここから縫っていきます。今、内側が表になっています。で、こっちは裏。で、端はもう一度同じところ。で、次から一つずつ。こことここ。今、針を入れた隣。2本の糸の下。次はマーカーのところまで縫っていきます。で、この状態で反対側も同じように縫って、で、頭を通してみて好みの襟ぐりの広さになっているかを確認します。そうすると好みの襟ぐりの広さにしやすくなります。マーカーをつけていたところまで来ました。最後は同じところにもう一度針を入れてしっかりとさせます。で、あとは糸がほどけないように隠します。反対側も同じように縫っていきます。両方の肩を縫ってきました。次は縁を編んでいきます。後で袖ぐりを編まなくてもいいように、先に縁を細編みで一周していきます。今、裏が上になっています。裏返して、これで表が上の状態。で、ここが
の端からスタートします。ここからスタートして脇を縫って裾で反対側と編んでいきます。新しい糸、ここには細編みが3段、それぞれに細編みを1つずつ。同じところに鎖1つ、細編み、次はこの細編み、この段に1つ入れやすいところに入れていきます。次はこの段、次からこの鎖3つ、これは長編み1つの代わり、それぞれに細編み2つ、次も2つ、次も2つと編んでいきます。1、2、1、このまま裾まで細編みを続けます。ここまで編んでいきます。裾まで来ました。最後の長編みにまず細編み1つ、もう1つはこの糸の出ているところ、ここに細編み、で同じところにあと2つ、角を作ります。次から裾を編んでいきます。で、この扇形の端の長編みの上、細編み、スリット、長編みの上、スリット、長編みの上、このまま端まで細編みを続けます。次の角まで、裾の端まで来ました。これは最後の扇形。最後の扇形の後に鎖の下から3つ目、ここに細編み3つ、まず1つ目、同じところにもう1つ、もう1つ、これで細編み3つ。次はこの鎖の横、これで角ができました。で、次からまた1つの長編みに2つずつ細編みをしていきます。このまま細編みを続けて、ここまで
こまで細編みをしたら糸を切って、反対側も同じように細編みをしていきます。ここからスタートして細編み編んで、裾とで反対側で肩のラインまで戻ってきます。両方の縁を編みました。最後に脇を縫っていきます。こんな感じで、こっちが袖ぐり、こっちが裾。私は真ん中だけを縫ってスリットを作りました。同じようにもう一方にもマーカーをつけます。こっちが肩で袖ぐり、裾。こことここにマーカーをつけました。裾からずっと編んでいっても大丈夫です。私はここだけを縫いました。裾から長さは15センチ。マーカーとマーカーの間は12センチ。肩から測って、だいたい18センチ。簡単に測って、こんな感じになりました。で、糸が残っていたら、それを使って裾から縫っていきます。私は、ここを縫わないので、途中から新しい糸を持ってきます。今、表が上の状態です。表が上になっています。まずこのマーカーをつけたところ、端は2回糸を通します。まずこの内側からこのまま反対側で手前これでつながりました。もう一度同じところこれでしっかりとしました。次から一つずつ縫い合わせていきます。針を入れる場所はこの2つの細編みの間、まずこの今糸の出ているところ、この細編みの下の糸、ここの上ともう一つの細編み、次は手前のこの細編みと細編みの間、次はこことここの間、こことここの間、このままマーカーのところまで縫っていきます。マーカーのところまで縫ってきました。最後は2本の糸の下、向こうも裏に出して糸始末をします。こっちが裏側、さっきと同じようにほどけないように糸端を処理します。これで出来上がりました。とても
可愛く出来上がっています。着るときにはこんな形の可愛いシルエットになります。模様編みもとても可愛く出来上がりました。裾もこんな感じになっています。で、脇は少しスリットを作りました。動きやすくなっています。で、袖ぐりはこんな感じで、ここにもスリットを作りました。着るとこんな感じでちょうど可愛く綺麗に見えるようになっています。腕が少し細く見えると思います。で、襟ぐりは広めで、前が下がっていて首元が綺麗に見えます。全体的にとてもゆったりとしたサイズにしたので着心地も楽ちんです。サイズを測りました。上から下まで47センチ、横幅58センチ、襟ぐり68センチ、使った糸の重さは 270g。 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。